皆さんこんばんは、宇野と言います。物語の中心部分をおさらいしながら重要人物を深掘りしていきます。エンディング後のお話がメインになりますかね。ゼルダ無双薬剤の目視録の物語核心部分のネタバレを含みます。お気をつけください。このチャンネルでは薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。気に入ってくださったらチャンネル登録をお願いします。行きましょう。まず一つ、僕の知らなかったことがギャラリーに書かれていたので、それだけ紹介させてください。知らない方もいらっしゃるかと思いましたので、すぐに終わりますがとても重要なことです。ルージュは英傑ウルボザの子孫だとギャラリーに書いてあり、初めて知りました。つまりテバ以外の新英傑は3人とも4英傑と血縁関係にあるということですね。もしかしたら明かされていなく、本人も知らないだけでテバもそうなのかもしれませんね。ウルボザの旦那さんにあたる人物が出てきていませんから、あり得る話だと思います。ゴロン族がどう生まれるのかはっきりと説明できないのであれですが、ブレワイ本編ではウルボザに子供がいたなんて話が見つからないまま亡くなってるのに、子孫と明言されているルージュが生まれている。これってどういうことなんでしょうか。これを知れるエピソードってブレスオブザワイルドにありましたっけ。マスターワークスかな。何か情報をお持ちの方は教えてくださると助かります。ブレワイで確かめに行きたいです。無駄話は以上です。本題行きましょう。今回は重要な登場キャラクターの英語名とその由来、人物の記録などを見ていきます。これを知ることで日本語名だけではわからなかった幅を知ることができます。言葉の意味の方向性のサンプルを増やすといった感じです。何ヶ月か前に視聴者の方から教えていただいた考察視点です。憑依ガノン。英語名のこれはハービンジャーガノンと呼ぶようです。ハービンジャーは前触れ、先触れといった意味があって、この場合ガノンの前身という感じに訳せばいいんですかね。ギャラリーの説明文には、テラコと同じく未来を知る黒いガーディアン、未来のテラコの後を追ってきたガノンの怨念の一部が今の時代の未起動のテラコに取り付いた。薬剤の力でガーディアンや魔物を操れると書いてあります。テラコは複数回過去に飛んでいるんじゃないかだの、時の扉の中で2つに分かれたんじゃないかだの、いろいろ言ってきましたが、蓋を開けてみると実に単純なお話でしたね。いや、お恥ずかしい限りです。後で薬剤ガノンについても話しますので、その時にもう少しだけ掘りましょうか。スッパの名前はスーガと読むんでしょうかね。 Google で翻訳してみたら超いかがわしい単語が出てきて焦りました。気になる方は調べてみてもいいですが、18歳未満の方はやめておいてください。その後も調べてみましたが、これだって思うものが出てこなかったですね。スーガの検索で出てきたものの中でギリギリ近いかなって感じたのが生姜でした。忍者や侍は日本を代表する文化というか、外国人がイメージする日本の文化だと思いますが、それに近いものとして寿司をあげることができます。横についてくるガリは生姜。微妙ですかね。何かピンとくる方がいらっしゃいましたらコメントでお願いします。名前というのは何をモデルにキャラを作ったかという手がかりにもなり得る重要なものですからね。ところで皆さんはスッパはエンディング後も生きていると思いますか？僕は生きていると思います。テラコを無事修復した後の新エンドにちらっと出てくるんですが、気になったのは時系列です。新エンドの最後ではイーガダン含めた皆が仲良く並んでいるので、甲賀様が土下座をした後で、しかもテラコが復活した後、つまりスッパがアストルにやられたかどうかわからないイベントは済ませた後なので、スッパは生きているという結論にしています。あれは単なるイメージ映像ではなくて、その後の出来事という意味で捉えているってことですね。じゃあなぜ甲賀様が土下座までして戦ってるのに一緒に戦わないのか。予想するとすれば、アストルとの戦いで甲賀様をかばって重傷を負って療養中なんでしょうね。時間が経てばカムバックするはずです。つまりは DLC で出てくると思ってるってことですね。いつ来るかまだまだ先でしょう。ボックリン、ヘストゥでしょうか。ボックリンの由来は松ぼっくりだと思いますが、松はパインと言いますよね。調べても納得のいくものは出てきませんでした。何かピンときた方はコメントでお願いします。前からしつこく言っていますが、ボックリンやバーヤは賢者の力を受け継いでいる重要人物だと思っています。テラコ、英語版でもテラコとそのまま読みますかね。ゼルダを助けるため時空を超えて未来からやって
ってきたガーディアンです。今回のお話でカカリコ村のタロニヒの祠にいる白ガーディアンと同一個体なのか、同じモデルの別個体なのかは判明しませんでしたけど、100年後のあいつは手が3本ありましたよね。皆さんはどう思いましたか？僕は無難に同一個体だと解釈しました。というか、そう思いたいっていうところがありますね。一度壊れてから修理イベントでちゃんと同じ意識で戻ったので、ボディは自由に移動できるようです。テラコが未来から来たから憑依ガノンが生まれたわけで、テラコが来なかったブレワイの世界ではあのまま箱の中にいたってことになるんでしょうか？もし間違っていたら教えてください。正直こんがらがってて不安な部分ではあります。ブレワイの世界線のゼルダが目覚めてからの100年は観測者が主人公側にいないので想像を膨らませるしかないんですが、ゼルダの覚醒をきっかけにハイラル城では人知れずブレワイテラコが目覚めて何かしらの行動をとったんだと思いますが、その時にも時の扉は開いたんでしょうか？開いたけど怨念ガーディアンのあのビームに当たってしまって動けなくなってしまったって感じですかね。また後日そこら辺も考察していきたいですね。薬剤ガノン、皆さんご存知カラミティガノンと読みます。最初に説明した憑依ガノンがこの後に説明するアストルを吸収した姿です。本作のラストボスですね。説明文に新たなるガノンと書かれているのがとても気になります。この後アストルの項でも話しますが、ブレワイ続編が薬剤の黙示録の後ろに続く物語なのか、ブレスオブザワイルドの後ろに続く物語なのかわかりませんけど、薬剤の黙示録の後ならこの薬剤ガノンとトレーラーにあったあのミイラのガノンドロフの両方が出ることになるんでしょうか？宿敵が2人になるってことは考えにくいので、やっぱりブレスオブザワイルドの後ろにつくことになるんでしょうかね。もともと時空石の存在で過去に行けることは不可能ではないと分かっていましたが、今回もっと身近な存在の小型ガーディアン単体で時の扉が出せることが判明しちゃいましたから、どの時代にも干渉できてどこで世界が分かれていてもおかしくありません。スナック感覚で過去に飛べますもんね。エンディングを迎えて平和になったとしても、またアストルのようなよからぬことを企む人物はそこら中にいるでしょうから、そんな奴らの手に渡ったらまた過去を変えられちゃいますね。考えても終わらないやつなんで、この辺で一旦切り上げて次行きましょう。いつか話したいですね。アストル、アスター、アストでしょうか。彼自身の能力は明らかになっていませんが、予言をする黒玉から未来が見えるという立ち位置から、英語で先生術を意味するアストロから来てる名前っぽいですね。星座が浮き出た天体儀めいたものを持っていますし、アストルは占い師だそうで、作中ではっきりと言われています。ただ彼がブレスオブザワイルドのテキストで出てくる王国占い師なのかどうかははっきりしていません。でも多分他にそれらしい人物も出てきていませんし、そうなんでしょうね。アストルのテキスト説明文には、ハイラルのとある小さな村で暮らしていた占い師と書いてあります。どこかの村で暮らしていたというだけで、彼がどこで生まれたかは書いていないんですね。ハイラルの範囲で小さな村というと、タバンタ村、コポンガ村、リトの村、シャトー集落、カカリコ村、ウオトリー村、ハテノ村、アデア村などたくさんありますが、そのどこかになるんでしょうか。ローブの背中の見たことのないゲルドマーク、首や腰のゲルドの位の高い人がつける装飾、過去作インパを思わせる三つ編みを垂らしたヘアスタイル、ギラヒムを思わせるひし形の模様が入った服。やっぱり彼についてもこうやっていろいろな要素を混ぜて散らしたプレイヤーの議論を呼びやすい考察の余地を残した設定にあえてしたんでしょうね。話題が尽きなければブレスオブザワイルドやその他ゼルダゲーム、ブレスオブザワイルド続編の売り上げに関わってきますから、ブレスオブザワイルド続編でそこら辺が明らかになればいいですけど、薬剤の黙示録のストーリーによってブレワイのリンクとゼルダが2つの異なる世界に1人ずつ存在することになってしまいました。ブレスオブザワイルド続編がどの世界線のどの時代のお話になるのかが分かりませんし、今のところ望みは薄いですね。これからは息吹の勇者勝利ルート、息吹の勇者敗北ルートといった呼ばれ方をするんでしょうか。もし息吹の勇者敗北ルートの先のお話がブレワイ続編だとしたら、どこかのタイミングで新英傑4人が一時的に薬剤の黙示録の世界に旅立つイベントが出てきてもおかしくないですよね。そしてその薬剤の黙示録の世界で4人が見たこと、体験したことによってそれを持ち帰り、敗北ルートの未来がまた良い方に傾くなんて未来もあるかもしれません。
今年もあと1ヶ月、来年はゼルダシリーズ35周年なので、ゼルダ 3D コレクション、ブレワイ続編を当てるのにうってつけですので、来年こそはブレワイ続編の発売を期待しましょうね。というわけで今回は登場人物のおさらいのような動画でした。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて、高評価ボタンをポチッと押していただけると、また動画作り頑張れますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。